こんにちは、ほやです。今回は、神奈川県の葉山の磯で、生き物を探します。マスクとシュノーケルを装備して、水中を覗き込みながら、探します。それでは早速、始めましょう。入ってすぐのところで、ボラの群れに出会いました。40センチくらいの魚が群れているので、それなりに迫力があります。多分、磯遊びでよく見られる魚の中では、一番大きい魚だと思います。一緒に泳いでいるクサフグは、なんやろな。おー。親ビッチャがおるな。背中の黄色の模様が特徴の、可愛い魚です。南の海から流れてくる、死滅回遊魚の代表で、今年も、相模湾に流れ着いてくるシーズンが始まりました。この個体は、単独で泳いでいますが、ちょっと深いところに行くと、群れで泳いでいる様子も見られます。おー。チョウチョウウオが、カットインしてきました。こちらも、南の海から流れてくる、死滅回遊魚の代表ですね。ザ・熱帯魚、という見た目をしているので、とても人気のある魚です。食べた人によると、結構美味しいらしいです。カゴカキダイが、群れていますね。黄色と黒の縦縞模様で、派手な見た目をしています。熱帯魚っぽい見た目をしていますが、相模湾で、一年中見られる魚です。水深30センチの、浅い場所で、これだけの数が群れていると、結構見応えがありますね。こんな派手な見た目をしていますが、意外と身に脂が乗っていて、塩焼きで食べても美味しいらしいです。ほんまかいな。カエルウオです。10センチくらいの大きさなので、磯で、岩や石の上を動き回るタイプの魚としては、大きめです。それほど動き回る魚ではなく、網で簡単に捕まえられるので、磯遊びに来た子供たちにも、人気の魚です。味わい深い顔をしているのも、人気の理由の一つなんやろな。近寄ってみました。本当に、味わい深い顔をしていますね。相模湾沿岸では、だいたい、どこの磯にもいるので、磯遊びに来たら、観察してみてください。コケギンポです。味わい深い顔をしている、磯の魚といえば、コケギンポもそうですね。頭にある皮弁が、モヒカン状になっていたり、背びれの前方に青い斑点があったりと、色々と、見どころのある姿をした魚です。ダイビングで見るのは、巣穴から顔を出しているやつが多いですが、磯遊びでは、岩の上を、普通に動き回っています。岩の隙間から、顔を出している魚がいます。大南銀ポです。岩の隙間から隙間へと、体をくねらせながら、器用に泳ぐ様子がよく見られるのですが、この個体は、じっとしていますね。相模湾での磯遊びで見られる、銀ポの仲間といえば、大南銀ポか、ベニツケ銀ポが多いです。どちらもよく似た魚ですが、エラのあたりに、赤い斑点があるのがベニツケ銀ポ、ないのが大南銀ポと覚えておけば、区別しやすいと思います。ヤドカリといえば、磯で人気の生き物の一つですね。巻貝の貝殻を背負った、
ユーモラスな姿は目を引きますが、ヤドカリの種類の違いまで意識している人は少ないようです。このヤドカリは、イソヨコバサミというヤドカリで、葉山の磯では、一番たくさんいるヤドカリだと思います。ヤドカリの種類を見分けるポイントは、目の色や形、足の色や模様、爪の形、触覚の色や形、などがあります。貝殻を背負っていて、全身が見えなくても、結構区別できます。実は、ヤドカリだけで、一冊の図鑑が発行されるくらい、奥が深い生き物で、ヤドカリマニアもいるくらいなのです。ヤマトホンヤドカリです。磯で見られるヤドカリとしては、比較的大きめで、サザエの貝殻を背負っていることが多いです。起き上がる様子を観察してみましょう。ぬるっと起き上がりました。エメラルドグリーンの目と紅白模様の足がとても美しいので、私の大好きなヤドカリです。葉山の磯では、それなりに数はいるので、探してみてください。磯遊びは楽しいですが、気をつけなければいけない生物も存在しますので、今回は、危険な生き物を2種類紹介します。ガンガゼです。ウニの仲間ですが、見た目の通り、長くて鋭いトゲを持っています。このトゲは、マリンブーツでも貫通するくらい鋭いので、気づかずに踏んでしまって、痛い目を見たことは数知れずです。さらに厄介なことに、このトゲは、折れやすいので、足に刺さって、抜けなくなって、病院に行って抜いてもらったこともあります。気をつけましょう。ちなみに、体の真ん中にある、目玉みたいなやつは、肛門です。芋貝です。毒針で、魚を刺して食べる、肉食性の貝で、この毒針が厄介です。南の海にいるアンボイナも、芋貝の仲間で、強力な毒で、死亡事故が起こったこともあるくらいです。相模湾にいる芋貝の毒は、さすがにそこまで強くはありませんが、気をつけるに越したことはありません。捕まえたりしなければ、向こうから攻撃することはありませんので、見つけても、触らないようにしましょう。知らない生き物は触らない、というのは、磯遊びで、身を守るための、基本ですよ。今回は、このくらいにしておきましょう。観察したウミウシたちを、紹介しきれなかったので、次回の動画で紹介したいと思います。今後も、海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。